皆さんこんにちは。もう夏アニメの情報が出てきたんですね。パッと見た感じ、夏はちょっと危険な香りがしますね。レビュアーの血が騒ぎそうなメイドのリコです。本当に危険なのかどうかを確かめるために、アニメ化する作品の漫画版を読んでみようと思いました。まあ、知ったからどうなんだ、という感じではあるんですけれどね。アニメになったら良くなる、なんてことありえませんからね。そういうことで、少しばかり、夏アニメが放送される原作の漫画版のレビュー動画を出していこうと思います。今回はその第1弾です。タイトルはこちら。チートクス氏のスローライフです。作者は、剣の寺様です。1巻まで読ませていただきましたので、その感想を言っていこうと思います。ざっと内容を話してから、感想を言いましょうか。これよりネタバレと多分な批判を含みますので、嫌な方はブラウザバックしてくださいね。いいですか？始めますよ。ではチートクス氏の内容はこちらです。目が覚めると異世界に転移していた主人公、桐尾玲二。満員電車に乗ったり、嫌いな仕事をしなくて済む、と喜び万歳。現代社会に未練ゼロで異世界を楽しもうとします。異世界に来たのだから何かしらスキルを持っているだろうと思い、両手をじっと見つめていると、ステータスが表示されました。そこのスキル欄には、鑑定と創薬の2つしか書いておらず、残念がるレイジ。そこに、おあつらえ向きに、誰にやられたのかわからないが、腹部を怪我している狼を発見。狼がぶら下げていたカバンの中にポーションがあったので、飲ませようとするも完全拒否。強烈な悪臭を漂わせており、狼には耐えられない匂いだったようです。よし、それじゃあ創薬のチュートリアル開始だ。レイジの初期装備にあったらしい、この世界には似つかわしくないペットボトルを取り出し、水と薬草を入れて混ぜると、急激な物質変化を遂げて、ポーションになりました。そのポーションを狼が飲むと、傷は完治。喜びまくった狼が、レイジを押し倒すと、なぜか少女の姿に変身。先ほどのポーションが非常に美味だったので、もっと飲みたいと催促する狼少女、ノエラ。レイジが味見した瞬間に押し倒されて投げ出されたのに、なぜか蓋の閉じているペットボトルを渡すレイジ。命を助けてもらったお礼として、早速女の子の従者をゲットしたレイジは街に行きます。お金がないので、薬屋さんっぽいお店でポーションを売ることに。従来のゴミみたいなポーションとは段違いのうまさに、たちまち大人気商品に。お金もかなり手に入ったので、宿屋暮らしから一軒家へと移り住むことにした二人。しかし、そこは廃墟同然のオンボロであった。しかもそこには巨乳で可愛い幽霊付き物件。本人は堅くなに幽霊だと言わない、どう見ても幽霊な少女、ミナも加えた3人の共同生活が始まります。廃墟同然なので、この町でキャリアの一番長い大工さんたちに改装をお願いしたのですが、キャリアが長すぎて、お年をかなり召したご老人たちが大工仕事をすることに。そんな老人大工さんたちに栄養ドリンクを作ってあげると、あら不思議。ブロリーもびっくりな筋肉もりもりマッチョマンになって、1週間のコース予定が1日に短縮。あえて、誰も読めない日本語表記の看板を掲げ、無事に異世界にドラッグストアを開店させることができました。ここから、レイジのドラッグストア経営の始まり。といった感じです。軽い疑問点から言っていきますか。転生ありき、という展開が気に入らないですね。どういう要因でこの主人公は転移したのですか？仕事が嫌だって理由だけで現実世界に帰りたくないっておかしくない？現代社会の便利さや交友関係すべてを投げ捨てられますか？世捨て人ですか？一巻しか読んでいないので、後になって主人公の昔の話なんか出てくるのかもしれませんけれど。ついでに言うと、ノエラやミナの過去もやるんですよね、きちんと。ノエラなんか、何らかの理由で怪我をしていたんですからね。ノエラを負傷させた敵が誰なのかが不明なままで来ているのが非常に引っかかります。
心配で聞いたりしませんか？この町にもやってくるかもしれませんし、この負傷したお話って宙ぶらりんになるわけないですよね。この展開だと、すごく忘れ去られそうで怖いです。すべての展開が、こういうことをしたい、という結果ありきで、どうしてこういう展開になるのか、という、それまでの道筋が全く考えられていないんじゃないかなって印象を受けました。さらに、作画についてなんですが、おかしい部分があるんですよね。まずは大工さんとの握手するシーン。こんな感じで描写されています。できるだけ 3D で再現してみますね。これ、上から見るとですね。やばくないですか？絶対手首折れてますって。漫画家さん、大丈夫ですか？女の子はすごく可愛く描けていて、非常に好きなのですが、男性とか、細かい部分だとか苦手なのかしら。あと、白紙の本を読んで何を分かった気でいるんでしょうか？手を抜くのはいいですよ。お忙しいでしょうし。しかし、抜いていい場所と悪い場所があるじゃないですか。辞書っぽいものを見ているんですから、何かしら書いてあって叱るべきじゃない？別なページではしっかり内容が描かれていたんですから、このシーンも描くべきですよね。作りが甘いです。という感じで、展開のひどさと作画の作りの甘さを見るだけで、そこまで良い作品とは思えませんでした。作画自体は漫画家の力量によるものですから、アニメになったら、また違ってくるでしょうからいいんですけれど。先ほども言いましたが、女の子の絵は可愛らしいですよ、とっても。ほとんど悪いことばかり言って申し訳ありません。ですので最後に、もっと悪い部分を言いますね。私が思う最も胸くそ悪くなった部分をご紹介します。正直に言っちゃいますとね。私はこの主人公嫌いです。この主人公は、隠しダンジョンの主人公と同類だと思っています。自分は相手にいいことをしているんだ、と思いつつも他者を平気で傷つけ、それに気づかない人間です。主人公は、自家製ポーションを薬屋の店主に売って、店主と一緒にかなり儲けを出したんです。そのお店はポーションを軍が全て買い取り、品薄状態で資金繰りが悪くなっていたんです。現状、主人公のポーションのおかげで、お店が回っている状態です。そんな状態で主人公が新しく薬屋を開いたらどうなるか。また店主が経営難になるのは火を見るより明らか。ポーションだけはあの薬屋が1000倍できるならわかりますが、主人公のお店でも普通に売ってますからね。それだけだったら、すごくビジネスライクな人間なんだなぁ、で終わったんですよ。他者への情はないのか、とイラッとする程度で。でもね、お店を開く前に言っていたんですよ。いい人には幸せになってもらいたいもんだ。とね。幸せになってほしいけど、俺の利益が最優先ね。それで不幸になっても知らないよ。俺の幸せの方が大切だから。こう言えば、当たり前といえば当たり前な思考なんですが、そんな風には思っていない感じなんですよね。薬作れるから、困った人たちを助けて、ちょびっと儲かればいい。という考えなんです。だったら薬作って店主の薬屋に卸せばいいだけですよね。自分で競合店を作る必要なかったですよね。絶対これ、店舗経営を書きたかっただけですよね。だから前述したように、したいことありきで、周りのことなんて何も考えてないんじゃない？と思ってしまうんです。この影響で、第2のノルくん誕生です。感情と言動の不一致ですよ。こういう主人公は、NTR する人間の次に嫌いな人種です。もし2巻以降の展開として、薬屋の店主に対して何かしてあげている様子が書かれていれば、このお話はなかったことにしてください。もしくは、原作ではきちんと店主の利益になるようなことをしているんだよ、とかでもいいです。あくまでコミック1巻時点で思ったことを述べているだけですので、できれば、私が思うようなクズ主人公でないことを切に願います。どうか、私が想像しているような人物ではないと教えてください。今回のレビューはいかがだったでしょうか？このような感じで、私が思ったことをありのままにレビューしていきます。
このような私にレビューしてほしい作品がありましたら、コメント欄か Twitter でご連絡ください。気に入っていただけましたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。また次回、レビューしたい作品がありましたら、お会いいたしましょう。